おはようございます皆さん。今日もね、朝ここライブは無事に皆さんのおかげで始まりましたよ。おはようございます。元気なんですか？月曜日が始まっちゃいましたから、もう嫌な気持ちでいっぱいな人がたくさんいると思いますけど、朝ここライブは平日は元気に生配信、今日も皆さん一緒にニュースを見ていくために起きてくださいね。今日もね、いろんなニュースが入っているということですから、ニュースを見ていきましょう。おはよう。今日はこのように頭の上でまたゴトゴト騒いでいる人がおりますね。ガタ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 。このようにね、土曜日からガタガタ震えていますのは視聴者コメンテーターの皆さんです。おはようございます。みんなガタガタしたら、ここまで全員ガタガタしていたのは久しぶりというか初めてかもしれないね。え全員ガタガタというわけで、今日もニュースを見ていきましょう。まずここから今日はですね、桐生水越Thank you 35万人の登録者を迎えることができました。皆さんのおかげで、なんと35万人もの人に桐生ココを知っていただくことができたんですね。これってすごいことだわ。嬉しいです。おめでとう。ありがとう。これからも皆さん、35万人の皆さんに恥ずかしくないように頑張って活動していきたいと思いますね。それでは次のニュースです。月曜日からいきなりクソザコザコが入ってしまいました。こちら一体何があったのでしょうか。なんとですね、土日といえばあさみこ、こちら5月16日に行われましたあさみこニュースの中で、こちらですね、朝ここライブは平日ですけども、あさみこライブというね、あさみこ P 氏が行っているこちらの番組が朝やっているのですけども、こちらの配信の中でですね、なんとこのあさみこ P あさみこアナウンサーのS 氏がなんとですね、ここ朝ここでも取り上げていないニュースを見つけたと、どうやってこのようにですね報道したのですね。こちらはですね、はーちゃまのですね、はーちゃま速報ですね。はーちゃまがね、ちょっと締め切りが長すぎる何かをなんか募集しちゃってるというようなね、これ朝ここでも取り上げてないニュースですよと言ってね、あさみこ P が取り上げていたのですが、なんとこちらですね、まさかの取り上げ済みだということをあさみこ P 氏配信中に指摘されてしまったようですね。これは皆さんに聞いてみましょうか。みこちゃんはやめてあげて。これはね、これに対しあさみこ P は顔真っ赤やで。これは顔が真っ赤になってしまって、その後視聴者の方に指摘された姿が、やっぱ指摘されてしまったアナウンサーの姿があまりにも可愛かったということでね、これはちょっと見逃せない展開になぜかなってしまったようですね。やっぱちょっとね、焦って
ってしまったのか、配信を終わらせた後も音声だけは入ってしまうような状態でしばらく放置してしまい、独り言が入ってしまったということもあったようですね。これはかわいい。公開処刑。かわいい。これはね、これはもう間違いなく、もうご自分でもね、朝ミク PC 自分でもクソ雑魚速報と言っていたので、これはクソ雑魚なのではないでしょうか。でもですね、皆さん、実は朝ミク PC にはとある疑惑があるんですよ。これ大丈夫なんですかね。これとんでもない疑惑が入ってますけど、なんとですね、朝から視聴者に暴力を振るっているのではないかという、ニュースが、疑惑ニュースが入ってきていますよ。これはどういうことなのか、しっかり映像を見てみる必要があるようですね。ギリギリに、準備が終わった、朝ミコニュースの時間がやってきました。イエーイ。うらうららららうらうらうらこれが気持ちいいんか。これが朝から決まるんかーい。はい。これボコボコやで。この朝から視聴者の顔面を、もうね、寝ている視聴者の顔面を上からこう叩きつけるかのようにバチンバチンパッパッパッやってんだよ。これは暴行なのではないでしょうか。皆さんの意見は助かる。気持ちいいので OK。助かってるからセーフ。いつものこと、ご褒美。みんな助かっちゃってますね。これ助かっちゃっている人が多いようですね。会長のビンタ待ってます。ちょっと顔貸せや。いい音出たね。というわけで、有識者によりますと、土日の午前起床は困難、顔面ビンタくらいでやっと起きる。確かにこれは土日に朝起きるの無理なんで、やっぱ顔面ビンタくらいじゃないといけないということなのではないでしょうか。愉快になっちゃってますけど、意味わかんないんですけど、意味わかんないスパチャ来て怖いんですけど、助かるとか言ってる人いるんですけど、怖いですね。無視しましょうね。変態が朝からいますね。それでは次のニュースです。なんと鬼畜速報が入っていますよ。これは新しいですね。一体何なのでしょうか。なんと犬神コルネシ、難易度鬼畜のゲームを約20時間の配信の末にクリア。これはやばいですね。20時間の配信狂ってんだよ。20時間やばいで、普通じゃないで。これやばいですね。一体何が起きたのでしょうか。先日行われましたこちらの5月16日ですね、行われました30万人記念耐久配信。こちらドキチクゲーのドラゴンズレアというゲームがあるのですけども、こちらをクリアできるまで耐久を始めたコルネシ。なんとですね、5月16日から始めまして、終わったのが昨日の
昨日のね、もうだいぶまだやってたんですかという人がねかなり多く見られましてね、さすがにね視聴者も最初から最後まで見ることができずに断念する人もいたようですね。皆さんの意見は伝説耐久の女王間違いないですね。黒さん休んで伝説やで19時頃までやってた。やばいですね。このようにですね何度か枠を取り直しながら続けていたドキチクゲー、これどれくらいドキチクなんでしょうかね。見てみましょうか。こちらコロナ氏がプレイしたドラゴンズレア、これはジャンルはアクションのファミリーコンピューターファミコンのゲームですね。判定クソゲー、ゲームバランスが不安定。なんかちょっとあまり評価が非常に辛口ですね。動きが滑らかすぎて操作しづらい主人公、即死配置が鬼畜な罠の数々。どうやらこの主人公ですね、壁に当たったら死ぬ、蛇に当たったら死ぬ、雑魚キャラに当たったら死ぬ、自分で攻撃していたら疲れて死ぬなどの非常に何と言いますか困難な状況で戦いをやらされているらしく、城に入ることすらできずにゲームオーバー、頑張ればクリアできるが頑張りたくないというような恐ろしい評価をされている恐ろしいゲームということなんですね。こちらはですね、なんと血豆を作りながらクリア。これですね、恐ろしいことにコンティニューという機能もないらしいので、死んだら終わりまた最初からというね、ちょっとやばいゲームなんですよね。これをね、なんと手から血をにじませながらクリア。しかもその後別ゲーム配信も20時間やった後ですよ。20時間の耐久配信をやった後に別ゲームやろうかなとか言い出すとか、やばないというわけですね。もうね、ちょっと尊敬とかの域超えちゃってますよね。もうあがめの域に行ったのではないでしょうか。もう崇拝だよ、崇拝。というわけでですね、こちらクリアをした際にはもちろんたくさんのおめでとうの声が響き渡りましたのですけども、これですね、やはり体を心配する声、さすがにね、ちょっとね、運営もね、これ以上の別ゲーやめろということでね、ストップをかけてしまったようですね。これに対し有識者は、コロネ氏の前では全てが霞む。もう全てが霞んでしまいますよね。私ゲーマーなんでなんてコロネ氏の前で言えるやつおる？言えないですよね。私耐久とかやったことあるんでなんてコロネ氏の前で言えるやつおる？いないですよね。もうやばいですね。これはね、運営ストップかけなければ、しかも止まらなかったということですからね。運営が止めたのでやむを得ずやめただけだって、止めなければね、多分まだやってましたからね。まだやってましたからね。絶対にやってましたよ。というわけでですね、そうね、もう CM の時間来ちゃいましたかね。ね、ネタがなくなっちゃったんですかね。 CM です。ずっと家に引きこもってたから食べてばっかりで運動ゼロ。これはそろそろまずいかも。チョコ先生、もしかして太ったのでは？マジ？まずいな。それに比べてココちゃんは理想的な体してるな。もしかしてあれやってないの？あれって何？もしかして知らないの？ココザップ。引きこもりでたるんだ体を秘密のダイエットコースで確実に引き締めさせてくれる教室みたいなもんだよ。月額2000円で1000人のコーチがついてことをして確実に理想の体型に近づけてくれるの。今ピー音で聞こえなかったよ。
でも、きっと、厳しい食事制限とかあるんでしょ？それが一切なし。コース内容は完全に秘密だから放送できないけど、みんなお手軽にダイエットしてるみたい。そっか。そんなに安いなら行ってみたいかも。物は試しよね。いい結果を待ってるね。実は私もココザップ卒業生なんだよね。新しいゲーム出ちゃってるんですかね。非常に気になる内容がたくさんあったのではないでしょうかね。これ神ゲー確定ですね。893連が無料ですからね。あとココザップもね、ココザップ2000円でね月通えますからね。これ通っちゃうしかないんじゃないですか。やっぱねお太りになられてる人にはおすすめしていきたいと思います。それでは次のニュースです。なんとゲボ川速報が入っていますね。なんとですね、こちら出ました。ひめもりルーナ氏、先日行われようとしていましたこちらゼルダの伝説スカイワードソードというこちらのゲーム、初めてプレイしようと楽しみにしていたルーナ氏、このように配信準備も整えましたにもかかわらず、なんとゲームに対応するコントローラーを持っていなかったということで、なんとですね配信ができずやむなく歌うことになってしまったようですね。これはゲボカワですね。ゲボカワなんですけども、これはちょっと有識者によるとポストハッチマの予感、ポストハッチマの予感しちゃいますね。先行予約誰かしちゃいますね。課金しちゃってますね。ポストハッチマの予感がちょっとするんですけども、皆さんどうですかね。皆さんの意見は、くしゃハーチャマじゃないんだろ。うまちゃまというわけでね、ちょっとね怪しい予感がしてるんですけどね、これからもルーナちゃんをねほじっていきたいと思いますね。最近ね英語教室がないですからね。あれ英語教室ねボキャブラリーをね使い切ってしまってねなくなっちゃったんだよね。ルーナちゃんから学びたい英語がある人は
ハッシュタグ英語教室なのらをねぜひね使ってね、この英語をルーナちゃんに教えてもらいたいってねぜひつぶやいていただければいいのではないでしょうか。それでは次のニュースです。なんとこれ来ちゃいましたよ。才能の無駄遣い速報です。これまでおびただしい量のクリエイターの時間を奪ってきましたこちらの高校会員士。もうクリエイターの皆さんね時間を無駄にしがちですからね。これまたね無駄にしちゃった人がいるらしいですね。こちらをご覧ください。ババキベンの高校会員士が50年前の姿を取り戻した。どういうことなんですかね。こちらが問題のツイートですね。これあそこ100回配信記念チャンネル登録35万人達成を高校会員ちゃんがお祝い作っちゃったんですね。これもう技術力結集させてんじゃないよ全く。才能の無駄遣いですよ。ママンこれママンのせいでママンが産んだ子供なので責任を取ってくださいね。素晴らしすぎますけど、というわけでこれに対しキリュウシーコ氏はもはや私よりもババキの方が人気。もう登録者35万人とか喜んでるけどそのうち30万人ババキのファンなんじゃねえの。ここ会員士のファンなんじゃねえの。もう私のファンとかおる。というわけでね非常に焦りを隠せないようですが本日の天気はこちら。液タブもらった。わーいココチありがとう。わためほらね私わため氏にね、液晶タブレットをプレゼントさせていただきましてねまあお天気担当者ですからねマウスで書くの大変だと思いますからよろしくお願いしますということでねプレゼントをさせていただきました。わためこれからも使ってくれよな。というわけで、今日の天気は天気なんだよ天気かけよ。というわけで皆さん今日もおはようございました。今日のミシナルサーバーのパスワードはタブレットになります。TABLET ということで忘れていました。